ロードバイクはコスパ命。どうもこんにちは、コスパチャンネルです。本日は見た目がかっこいいエアロ系ロードバイクトップ5を紹介していきたいと思います。ロードバイクはコスパ命とか言ってますけど、なんだかんだロードバイク選びで最も大事なのは見た目だったりします。人は見た目が9割。もし突然フカキョンが自分の目の前に現れて、付き合うから100万円くれって言われたら、僕はコンマ1秒で躊躇なく支払います。普段はゴリゴリのエンジニアで常に合理的なことばかり考えていますが、見た目の美しいものには理性をぶっ壊すほどの魅力があります。今回も完全に独断と偏見、僕の個人の主観ですが、とにかくかっこいいと思ったロードバイクについて、今回はエアロ系に限定して紹介していきたいと思います。それでは早速いってみましょう。見た目がかっこいいエアロ系ロードバイク第5位。第5位はキャニオンエアロード CF-SLX8E タップですね。見てください、このデザイン。まずね、ワイヤー類全然出てないんですよね。普通ね、ハンドルあたりからシフトワイヤーとかブレーキワイヤーとかがピロピロって出てるじゃないですか。まるで昆虫の触覚みたいな見た目で、お世辞にもね、あれがかっこいいとは言いにくい。最近ではね、ワイヤー類をフレームに内装するデザインも多くなってきましたよね。僕が今乗ってるキャニオンのアルティメットもフレーム内装式ではあるんですけど、ただね、こんな感じでちょこっとだけワイヤー出てるんですよね。これが個人的には嫌なんですよね。僕は DI2 っていう電動シフトのモデルに乗ってるので、割とシフトケーブル類はすっきりしているはずなんですけど、それでもね、ハンドル周りはやっぱり少しはごちゃごちゃしてますし、チェーンステイからリアディレイラーにかけて、こういうね、今にも切れそうなワイヤーが1本ひょっこりはんしてるんですよね。これも嫌だ。でもそれと比べてこのキャニオンのエアロード見てください。ワイヤー類がパッと見全然飛び出してないんですよ。ハンドル周りは完全にワイヤー内装式となっており、わずかなワイヤーすら飛び出ていません。しかもリアディレイラー部分もあのひょっこりはんワイヤーもないんです。このエアロードはスラムの電動変速機がついてて、スラムの場合ってね、ワイヤー類が一切ないんですよね。完全に無線仕様になってるんです。これがめちゃくちゃかっこいい。しかもこちらのエアロードですが、完成車の時点でリムハイトが 62mm のカーボンディープリムホイールがついてきます。コスパお化けで有名なキャニオンですが、ホイールも含めて見た目もかっこいい。僕は自分がキャニオンに乗っているからっていうのもありますが、ロードバイクは全てキャニオンを基準として考えています。これはキャニオンがすごいって言ってるわけではなくて、何か基準があるからこそ他のロードバイクを評価するときに優劣を判断しやすくなるんですよね。僕の場合はキャニオン以上にかっこいいロードバイクを見つけたとき、キャニオン以上の価格を支払ってでも欲しいかどうか、自分自身に自問自答するんです。第4位以降はキャニオンを基準にプラスで金額を支払ってでも欲しいと思えるぐらい魅力を感じたロードバイクだけを厳選して紹介していきたいと思います。はい、以上第5位はキャニオンエアロードの紹介でした。続いていきます。見た目がかっこいいエアロ系ロードバイク第4位。第4位はシンプロンプライド2ですね。まずね、僕がかっこいいと思ったのはこのハンドル周りなんですよね。ロードバイクを上から見たハンドルの形状はこんな感じになっています。見てください、このステム。なんか空洞空いてるんですよね。エアロハンドルとステムが2本の柱で支えられてて、その間にね、なんかここにぽっかりと穴が開いてるんですよ。これは空力を意識したのか、謎の空洞があるんですよね。なんか無駄にこの部分に手を入れたくなりませんか？こんな二股に分かれたステム形状、なかなか見たことがありません。そしてシンプロンもキャニオン同様にワイヤー完全フル内装の設計になっています。コンポも同じスラム E タップなので、本当にね、ワイヤー類が出てないんですよね。そしてさらにかっこいいのが、この BB 周り。なんかごっつくないですか？すごくね、剛性の高さを感じます。なんか特徴的なのは、全体的に見てフラットな面が多いっていうのも、他のロードバイクにはないデザインかなと思いました。シンプロンっていうのは、もしかするとあまり聞いたことはないメーカーかもしれません。シンプロンっていうのはオーストリアのブランドで、まだ日本には代理店がないみたいで、ほとんどね、走ってるところを僕は見たことはありません。でも、もしなんとかね、輸入するなり購入することができれば、他の人とは被りにくいロードバイクを手に入れれると思います。はい、以上第4位はシンプロンプライドの紹介でした。続いていきましょう。見た目がかっこいいエアロ系ロードバイク第3位。第3位はオルベアオルカエアロです。これもかっこいい。フレーム形状は明らかに風洞実験を行って原理原則に基づいて導き出されただろうフィン形状が至るところにあります。こういうね、フォーク周りとかシートステイの形状とか見てみると、本能的にね、エアロを意識しているように感じられるんですよね。ただそれだけならどこのメーカーもやっています。このオルカが面白いところはこれ、
なんかダウンチューブの裏にもっこりしている部分があるんです。これ実はツールケースになってて、ここに携帯工具や替えのチューブなどを収納することができます。ちょっとね、見た目には賛否両論分かれそうですが、個人的にはね、よく考えるとかっこいいなと思います。というのも、よく考えると、このダウンチューブの裏ってデッドスペースじゃないですか。普通はね、2個目のボトルケージの位置にツールボックスを置いていくのが一般的だと思うんですよ。でも、ツールボックスをこのダウンチューブの裏のデッドスペースに置くことで、重心を下げれるんじゃないかなと個人的には思うんですよね。そもそもツールボックスって工具とか替えのチューブとか走ってる時は使ってなくて、その割にそこそこ重量もあるので、それをね、こんないい場所に置いておくっていうのもちょっともったいないですよね。そう考えると、このダウンチューブの裏にツールボックスを持ってくるっていうのは非常にスペース的にも合理的だし、こんなことしているロードバイクってね、あんまり見たことがありません。なので個人的にはこのオルベアっていうメーカーはすごく目の付けどころが賢いなと思いました。そしてさらにオルベアの面白いところですが、なんとカラーオーダーを行うことができます。オルベアの公式ホームページでカスタマイズというところからカラーシミュレーションを行うこともできるんです。結構ね、細かく設定できてカラーバリエーション自体も多いので、自分オリジナルのカラーを組み合わせることができます。これね、やってるだけで1日時間が潰せるぐらい楽しいんですよね。自分のオリジナルロードバイクを作りたい人には非常におすすめです。ただずっとやっていられるのでご利用は計画的に。はい。以上第3位はオルベアオルカエアロの紹介でした。見た目がかっこいいエアロ系ロードバイク第2位。第2位はアッセントのミラージュです。この写真見てください。これね、インスタで見つけたんですけど、めちゃくちゃかっこよくないですか？トップチューブからハンドルに向けて完全にフラットに伸びている感じ。ちょっと前のルックもこんな感じでしたが、DH バーのない TT バイクみたいな感じで非常に攻めたデザインになってます。シートポストやシートチューブもよく見ると極太ですね。多分他のエアロ系ロードバイクと比べてもここまで太いのはあまり見たことがありません。このごっついガンダムみたいなマシンっぽさが男心をくすぐるんですよね。めちゃくちゃフレームのデザインがかっこいいんです。そしてこのごっついフレームにはこういう 70mm 近いディープリムホイールが似合います。個人的にはかなり好きなデザインですね。よく見るとハンドルの持ち手部分がこんな感じでカモメの羽みたいなデザインになってるんですよね。ワイヤーが内装式ではないっていうところはちょっと残念ではありますが、このカモメハンドルはまるでメルセデスの SLS アーマーゲーのガルウィングっぽくてめっちゃかっこいいです。はい。以上第2位はミラージュの紹介でした。それでは最後、第1位の紹介です。第1位に行く前にお知らせです。このチャンネルでは、ロードバイクに関するコスパのいい商品の紹介や、ロードバイクのパーツを安く買う方法、手に入れただけで新体験を感じられるパーツの紹介、またチャンネル登録いただくと定期的に発信しているタイムセール情報の通知を受け取れたりします。この動画がいいなと思った方だけでいいので、高評価、チャンネル登録いただけると嬉しいです。それではお待たせしました。最後第1位の紹介です。見た目がかっこいいエアロ系ロードバイク第1位。第1位は BMC タイムマシンロードですね。これはもうずっと前から一目惚れしてました。ハンサムさで言ったらもうダントツの1位。生まれながらのイケメン。まるでロードバイク界のマイケル・ J・フォックス。そのぐらいね、このタイムマシン最初に見つけた時は体中に 1.215W の衝撃が走りました。なんでこんなにハンサムなデザイン設計できるんだ。シンプルにセンスすごすぎ。横から見たらまっすぐ水平に伸びたトップチューブ。このホリゾンタルなジオメトリーがなんだかんだ一番かっこいいんですよね。もちろんただジオメトリーがかっこいいだけではありません。エッジの立ったシートポスト、よく見ると角張ったシートステー、下に行くにつれて太さが変わるダウンチューブ、もちろんワイヤーもフル内装のエアロハンドル、素性のいいジオメトリーにさらにこだわりのディティール形状がプラスされる。そしてタイムマシンの特にかっこいいのはここ、ボトルケージ、よく見てください。なんとこれフレームと一体になってるんですよね。フレームにボトルケージが最初からくっついてるんです。これはなんでこうしてるかっていうと、ボトルを入れた状態が一番空力性能が良くなるっていうコンセプトで設計されているそうです。走ってる時って必ずボトル入れますよね。BMC は設計段階からそれを考慮して、どうせボトル入れるんだったらもうその状態で最適なフレーム設計しようよっていう考えで設計してるってことなんですよ。同じ設計者としてこういう使う側の立場に立った設計思想は非常に好感が持てます。そしてさらに横から見るとこんな感じ。注目なのはこの部分。この部分にはツールケースが一体になってて、携帯工具とか替えのチューブを入れることができます。先ほど紹介したオルベアもこういうツールボックス一体のフレームデザインでしたよね。でも正直ちょっと見た目がなっていう人も中にはいたと思うんです。でもこのタイムマシンならどうでしょうか。なんか同じツールボックス一体デザインでもこっちの方がちょっとかっこよくありませんか。
こういうね、すっきりしたツールボックスにすることで、ボトルも2本持ち運ぶことができて、持ち物を妥協することなく、なおかつこの美しいデザインを崩さない、もはや死角なし。これはロードバイクというか、タイムマシーンというジャンルにしてもいいぐらい、他のロードバイクにはない独特のセンスですね。はい、ちょっと熱くなりすぎましたが、以上第1位は BMC タイムマシーンの紹介でした。今回の動画があなたのロードバイク選びの参考になれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。